アイディアがひらめく瞬間はいつ、そのために普段から心がけていることは。これ、アイディアっていうものは自分単独でひらめくってことがなく、本当に打ち合わせとかでお客さんが見えなかったら作れないんです。自分のために何か作るってことをしてないんです。ああ、なるほど、はい。つまり、例えばこういう人に向けて何かないですかねとか、こういう人に向けて今こういうのが流行ってますよね。だから流行ってるってことを思って石井さん何か考えつきませんかとかいうお題があって初めてひらめきます。なるほどな。じゃあやっぱ相手がいて初めて成立することだよね。で、そのお客さんも想定してもらって、自分からお客さんを想定するってことはあまり少なくて、それでも自主制作の時はやりますけど、でその時はね、その場で思いつきます。はあ、大体なるほど。もうアンサーが出るんだ。大体その場で思いつかなかったら、その仕事は向いてないと思う。ああ、なるほど。今までの経験則や自分の肌感覚でもうここっていうのがこうポッて見える感じなんですね。その中にそのぐらいの引き出しに物を入れてるやろっていう、ここまでは入れてないけど、いやいや松山さんの引き出しの物入れ方は何でも出てくるやろと思う。いやそんなことない、そんなことない。ただ自分なりにはやっぱり入れてて、その時に答えれる、年にそういう機会が例えば、3、4回あるとするじゃないですか、企画が新しく立ち上げる、その時には大体そうですね、その場で思いついて戻してますね。なるほどね。作品を作る上で最も重要視していることは何ですか？これなんだかんだ言って僕善意だと思うっていうか、ビターであってもアンハッピーであっても、やっぱり人が幸せになるっていうことにこだわってるなって最近。ああ、なるほど。例えばね、世の中が悪意にこう溢れたとしても、その善意がある人のところに必ず太陽が差してるよっていうことはもう絶対やる。それがね、僕現れてるのが428なんですよ。金八先生もある程度そうなんですけど、428のゲームシステム僕はすごくこだわったのが、ゲームっていうのは本来自分が生き残るためのもんなんですね。ゲームっていう仕組み自体がそうなんです。戦って勝つためのものだから。でも428って5人の人たちが全て勝たなきゃいけない。つまり選択肢が自分を助ける選択肢じゃなくて他人を助ける選択肢っていうのがある。こういうゲームってすごく大事だと思ってて、実はこういうゲームのシステム少ないんですよ。実はあんまりこうゲームと向いてない、本来ゲームの目的と違うから。でそういうものに対して自分が心を奪われてすごく力を入れて作って、今でも大切にできてるっていうのは善意というものを表現できた作品だからと思ってます。かっこええな。本人が善なる人かどうか置いといて、まあ表現は善意。はい、今一番欲しいものは？これもね、ちゃんと松山さんとの話だからちょっと考えてきたのが、なんかね、車とかそのこと思わんと、スタジオ、自分のスタジオをそろそろ欲しいって思ってもいいかな。なるほど。今はもうご自宅でそうです。今は石井二郎のためのどっちかというとその著作権管理を自分でするための法人なんです。なるほど。自分をマネジメントするための法人ではあるんですけど、やはりそのチームとしてのスタジオというものがやっぱりゲームを作るとなると、今いろんなところとやっぱ組んでやってるんですけど、やはりその会社の事情、スタジオの事情っていうのはあるんですね。で僕も会社員やってたからその事情が分かるんですよ。だよねとか分かる。そこで文句言ったらあなた首飛んじゃうから、それはそうじゃない選択肢を一緒に考えようねとか、そういうことをやっぱ思ってしまうし、そういう意味ではやっぱり理想的なチーム。ただスタジオを作っちゃうと、そのスタジオのために何か作ってしまうとしてしまう自分がいるので、その怖さはあるんですよ。今は誰のことも考えずに、今みたいにその気遣いはするけど基本的には知らないよと。僕はあなたはあなたで食ってください、僕は僕で食いますからっていうことで、その代わりやっぱいいもの、作品主義っていう、これね、もう会社員でも作品主義だったんですよ僕。これ松山さんとそれまた深い話なんですけど、本当に僕会社員として変な会社員だと思ってたのは中村浩一さんにも言われたことがあって、やっぱり石井君はね、社員の考え方じゃないよって言われて、それは社長でもないんですよ。作品主義だからおかしいんですよ。なるほどなるほど。会社より作品だから、確かにちょっと会社員には向いてない発言。困ると。会社なくなっても作品が良ければいいみたいなことに、だから潜在的な選択をしてるんですよ。わかる。困るよ。お金儲けだからとは言わないですけど、やっぱり営利だし、ね、みんな
そうですよ、全然バラバラになってもいい作品が残れば、僕らはきっとそこから得るものあるよみたいなこと思っちゃうんですよ、今後。でそれはちょっとというところあるんですが、問いつつ、そういう思いというのを、集まってできるような、小さなスタジオみたいなものを作らないと、多分松山さんが求めてるようなゲームは僕から出てこない。ああ、なるほどなるほど。今いろんなところで組んでみて思ったんですけど、そうかもな。チューンソフトが素晴らしいスタジオでした。いやいや、そこはそう思います。なるほど、わかりました。じゃあ一回ここまでにしましょうかね。